ちは。今日は天気がとっても悪いです。連日最近はもう雨か良くても曇りの日が多く、でもちょっと雨の日にずっと閉じこもっていたらちょっと体に悪いので、雨の日出かけるの本当は好きじゃないんですが、出かけるようにしてます。今日は一日雨の予定ですが、雨の日のリスボンでの過ごし方みたいなところを撮っていこうと思います。エストゥファプリアという、ボタニカルガーデン、植物園に来ました。雨の日でもここだとムードがありそうなので、やっぱりちょっとこういう天気の時に来てみるのありかなと思っていて、初めて来てみました。中入ってみます。結構外から見るよりも中の敷地面積広いです。でも多分 2,3 組しかお客さんいないので結構貸し切りです。結構雨が激しいので傘さしながら見物するの多分子供連れとかだと大変だと思います。一人なので全然いいんですけど、なんか雨の降ってる感じがジャングルみたいで、それなりの特別な雰囲気はあります。でも晴れの時にまた来たいな。結構リスボンは晴れのサニーなイメージが強いと思うんですけど、確かに全然雨の降らない時期とか長いですし、日本とか他のヨーロッパと比べたら本当に日照時間も長いし晴れの日も多いんですけど、雨の期間は本当に集中してすっごい雨が降ります。特に今ですね、今2月の3月の、初旬なんですけど、この時期多分僕がここに住み始めてから一番長い雪で、今週来週ほぼ晴れの日が1日2日しかない感じで、もうこんな感じで普段降らない代わりに降り出すとすごい土砂降りです。なんか小雨のイメージがあんまりない、本当に降るときは大降りって感じです。で、前の Vlog でも言ったんですけど、なんか晴れてたと思うと一気にこの土砂降りが来たり、土砂降りが来たと思うと急にパッて晴れたり、一日の中でもすごい変動があったりします。実は今日も朝すごい晴れてた青空で、その後数時間経ったら急に土砂降りになりました。植物園の両脇にかなり高い階段があるんですけど、そこを登ってから一面見渡すと結構スペクタクルです。めっちゃいい眺めですね。室内のエリアに来ました。一部ちょっと雨が落ちてきますが、ここは傘いらずのエリアです。ちょっとだけ雨が降ってる。結構大きい。ここはサボテンの部屋ですね。サボテンはアルカンターラの方にカクタスガーデンがあって、そっちの方がもっと綺麗です。
そう、さっき2、3組しかいないって言ったんですけど、室内のエリア来たら人がいました。結構多分室内の方にみんな避難してる感じですね。こっちのエリア、室内のエリアで多分4組ぐらいいる気がします。はい、今見終わって体感してきました。都会のど真ん中にあんな熱帯雨林を感じることができて、すごいなんか質のいい酸素をいっぱい摂取できたような気がします。すごい癒されました。じゃあ今からこの近くのお気に入りのカフェに行ってちょっと休憩をしようと思います。ちょっと雨弱くなってきました。雨止みましたね。一気にいい天気です。公園の横にあるエルコルテ・イングレスという、僕の大好きな百貨店に行きます。本当に今いたカフェのすぐ横にあります。アーモンドの花はたまに見かけるんですけど、珍しい桜を見つけました。半回ぐらいになってますね。すごい大きい桜の木です。日本を思い出します。2本横に並んで大きいのが。はい、家に帰ってきて、でさっき、夕食を終えたところです。金曜日なので、自分へのご褒美にポルトガルのサワーチェリーのお酒ジンハを飲みます。ジンハの名産地オビドスで買ったこのグラスを使ってグイッといただこうと思います。じゃあ乾杯。美味しい。いい気分で、ジンハもちろんストレートで飲むのが美味しいんですけど、おすすめの飲み方紹介します。氷入れて、でジンハをもりもりの2ショットぐらいを入れて、でここにソーダで割る。でここにレモンちょっと入れるとなおよしです。こんな感じ。ジンハソーダ。美味しい。めっちゃ美味しいです。これでちょっと飲みながら、ドラマでも見ようと思います。
the gym floor? No, I mean romance around. I mean tuxedos, corsages, limousines. I don't know, man. I don't see Summer really buying into. また今日もリスボンらしい天気です。青空がすごい綺麗に見えてるけど、大粒の雨が降ってます。はい、またカンカン照りなのに大雨が降っているという不思議な気候です。で、今日はこれはちょっと春に引っ越しをしようと思ってるので、内覧の予約があるので内覧に向かいます。リスボンの天気なので、これで晴れたと油断していてはいけません。これでこの後急に土砂降りになるっていうのがいつものパターンです。予想通り、晴天だったさっきのいい天気からまた雨が降ってきました。しかも結構大粒です。もうこの感じは慣れましたね。おそらくこの後もまた一回晴れる気がします。雲の感じ見てるとまた晴れそうです。不思議な天気。せっかくここまで来てるので、引き続き、この周りのエリアを散歩しようと思います。案の定また雨が一回止みました。で、せっかく止んだので、この近くにある、ペーニャ・ダ・フランサ展望台というビューポイントに、行こうと思います。さあ来ました。これがペーニャ・ダ・フランサのビューポイントです。僕のお気に入りの、ビュースポットにたどり着きました。本当に素敵なビューなので今からお見せします。こんな感じです。本当に素敵じゃないですか、この景色。この向こう側の、頂上から見る景色の方が本当は好きなんですけど、この綺麗な芝生のまっすぐな広場の真横にパステルカラーのリスボンらしい建物が並んでるこのハーモニーが本当に美しくて大好きな景色です。逆の頂上から見た景色がこんな感じです。こっちから見ると、噴水が見えて、こっちの方がちょっと雰囲気があります。では家に向かって歩いていこうと思います。どうだろう、1時間ぐらいかな。
候も気持ちいいので全然余裕で歩けます。最近よくやってるアイスの食べ方を紹介します。こんな感じでアイスをスクープしてお皿に盛ったら、ここにジンハをたっぷりかけます。こんな感じ。このジンハのほんのり苦味とチェリーの甘さ、爽やかさが合わさってすごい美味しいです。最高。試してみてください。ジンハ好きな人はめっちゃ美味しいです。